はい。では今日のモチーフ見ていきましょう。左向きの口元です。唇はね、もう何回か描いてきたんですが、正面から見た時と違って、角度がついていると、なかなか独特な凹凸をしていてですね、この絶妙な曲線を捉えるのが結構難しいです。今日はこの形の捉え方と、あとはこの明暗を見ながらね、立体的に描けるように一緒に練習していきましょう。今日のチェックポイントです。シルエット、唇の基本の形、明暗、立体感、描き方について、最後にグレースケールです。順番に見ていきましょう。まずはシルエットなんですが、この角度ってちょっと左右対称でもないし、どこを基準にしていいか迷いますよね。一つの方法としては、この唇全体のシルエットを見て、その縦と横の幅を測って四角形に当てはめてみる方法があります。これだけで余白の面積が結構ね、こういうところわかりやすくなるので形を探りやすいです。歯が見えているね、こういう隙間の形も真ん中に見えている穴という感じでシルエットを見るといいと思います。こっちの左の図のようにね、ポイントごとにちょっと真横にピーッと線を引いて左右のバランスを測るのもいいですね。斜めの角度から見た唇がね、どうも難しいのは、この唇の上下左右にね、奥行きがあるからなんですよね。ここが手前に出ていて、口角に向かってちょっと奥に引っ込んでいく。正面から見てみましょう。こっちのね、これがいいかな。左の図をご覧ください。正面の真ん中にセンターライン、真ん中の線を引いてあります。そこから大体は左右対称です。このマス目のようなね、線を見ていただくと、唇の立体感が想像できるかなと思います。上下の唇がね、盛り上がっていて、丸みを帯びてます。口角に行くほどちょっとね、巻き込むような感じで、奥に閉じていってますね。この正面の図をね、別の角度でも描けるように練習すると、ジムズデッサンのね、いい勉強になると思います。練習するときはこっちのような感じですかね。立体の線も見てみましょう。これはね、ちょっとわかりやすく色をのせてます。さらにね、横に線を引くだけで、唇のこの上の面と下の面が分かれて見えますね。そこに光を当てるとどういう影ができるのか、唇のこの奥行きをね、想像しながら、影と光沢を入れるとリアルに見えてきます。すごいわかりやすい。ありがとうございます。それで、線を消すとこんな感じです。ちょっとね、今日のモチーフで当てはめた方がいいかな。こっちで見てみましょう。黄色が明るい範囲。青色が暗い範囲です。青が濃くなるほど暗いんですね。今回はこっちの左上から光が当てられていて、モチーフの左上、ここが明るくなっていて、右下が暗く影になってます。この光沢の位置と影の方向をよく観察しましょう。そうですね。ちょっとはみ出すようにグロスを塗っているんですが、多分実際の唇はここじゃないかなと思いますね。はみ出してこの塗ってる部分がテラテラとね、反射してるので、デッサンでもね、そのように描けたらいいですね。モチーフの正面にちょっと正中線、センターラインを引いてみました。この線をたどってみると、ぐーっとだいぶ内側に入っていますよね。この奥に入っていくところに鉛筆のタッチをこのようにして、ちょっとだけ重ねると立体的に見えると思います。その点を含めてですね、先行った方がいいかな。書き方のサンプル見ていきましょう。今日のモチーフはね、大まかに見るとこうなります。ちょっとね、すごい。こちら側に髪の余白があって、顔の輪郭がどうも左側を向いている。そしてこんな感じの曲線というところですね。で、唇のこの上の位置、それから下の位置、ここにメモするつもりでピンクの線を引いてあります。口角のこの位置も目安として真ん中に引いてみました。
これで、上唇の範囲と下唇の範囲、この縦幅、ここのバランスを測っています。横の幅も下書きしておきましたね。ここからここまで輪郭に対してだいたいこの幅が来るなというのを目安で書いておきます。うん。この四角形の内側に余白の形をこう見ながらですね、唇のシルエットを当てはめてみています。歯が見えている隙間の形、あと唇のアウトラインですね、外側のライン。ここが少し整えて様子を見ている段階です。こういうところですかね。見えているシワの線に合わせて軽く下書きした状態です。唇のこの立体感、これに合わせてちょっと曲線にしています。光沢の範囲をね、少し薄く残しておいて、全体に今日のね、感じどれぐらいかなっていうのを探るためのハーフトーンを乗せています。濃くもなく明るくもない、中間のトーンを乗せている段階です。歯にもちょっと乗せていますね。ここは暗いかなっていうところに濃いトーンを重ねています。こういうところですかね。それから周りの肌、それからグロスの、これなんていうのかな。チップという、チップと呼びます。チップにもね、簡単なトーンを重ねました。かなりね、明るい色味のモチーフ画像なので、肌はね、ふんわり鉛筆の色をちょっとのせるだけでも十分かもしれないですね。ここの背景の白と比べていただくと、肌にもね、淡いトーンが乗ってるのがわかると思います。この画像では、ちょっとね、表情筋に合わせて鉛筆のタッチを重ねています。あとは赤色の枠で囲ったところ。こことこことここですね。ここはね、濃いめにピシッとした影を乗せると画面が引き締まって見えるところです。ここと、ここと、このあたりですね。触れているところの接地面のところもよく見てみてください。最後にグレースケールです。これモチーフを白黒で見た時の全体のトーンの幅を見ている状態です。そうですね。さっき、ここは暗いよって言ったこの3箇所のあたりは、これぐらいのトーンになりますね。あとの唇のこういう範囲は、このあたりでしょうかね。このあたりになるかと思います。この歯と歯の隙間の境界線もそんなに暗くはないんですね。試しに歯の境界線をはっきり描くと、こんな感じになります。ちょっとね、唇よりも存在感が出てきて、目立ってくると思うんですね。多分、デッサン会に参加している方々はね、このあたり覚えがあると思うので、今日はね、濃い線をそんなに描かない。このぐらいのトーンに抑えてみようかなっていうので、歯の立体感もこの薄いトーンの幅で出せるように挑戦してみてください。はい。それでは早速描いてみましょう。